はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回のイベントにご参加いただいた方やご検討いただいた皆さんもありがとうございました。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。もしこれからのイベント情報だったりとか、また毎月月末に来月の翌月分の星の動きを LINE で配信していますので、 LINE 登録お友達がまだの方はぜひお友達登録もお待ちしております。では行きましょう。お願いします。6月後半ですね。はい、じゃあ一緒に見ていきましょう。ストレングスの逆、ソード6の逆、女帝、ワンド7逆、ソードエースの逆、タワー、そしてペンタクルの3ですね。気をつけることや対策は、ワンドの、プリンセスです。ページかな。はい、そしてワンド8、オラクルは、はい、カップのクイーン逆ですね。なるほど。ちょっと星の話先にさせていただきますが、この季節というかそうですね、6月21日まではすごく人間関係も活発で、新しい人と出会いやすかったり、または自分が人に対して何を思うのかっていうことなんですけど、この6月21日以降っていうのは他者からどう思われているかっていうことを結構気にしやすい時期になります。で、この6月21日以降の流れっていうのは、実は自分の思考ではね、他者にどう評価されているだろうかとか、自分は受け入れられているだろうかっていうことを気にしがちですが、実はとっても見えないところからの恩恵が届いているっていう時なので、何かの証拠を探すとかではなく、自分が受け入れられているんだという感覚を感じようとしたら、それが見えてくるっていう形になります。非常に強いエネルギーで守られている時です。ただ守られているっていうのがあからさまな出来事として仕事がすごくこれがうまくいきましたとか、うわ私ってついてるとかっていう風に感じるような出来事ではなく、温かくわーっと守られている、そして生かされているっていう感覚なので、自分がその優しさを感じようとすれば感じられるし、そうじゃなければどうなのかなっていうふうにもやもやっとしそうな感じがあります。そして今回ね、6月21日が夏至ですけれども、この夏至ってとてもいい区切りになると思います。これまで要するに2024年の前半どうだったかなって振り返ってみると、本当に慌ただしかったなとか、すごいいろんなことを超えてきたな私ってことを感じると思うんですね。で、そういったことを自分の中に噛みしめて収めて、こっから流れね、後半ゆっくりいきましょうみたいな感じです。ただ全体的に今年っていうのは人間関係や契約っていうのはとても恵まれている時なので、一番おそらくその人との関係の中で心が反応することが強いんだろうなって思います。それがちょうどね、6月21日までと21日以降の動きも結構ナイーブになってるなっていう感じです。そしてカードで見ると、やはり入り口がストレングスの逆なので、とても誰かを大事に思いたいとか、何か自分の力をもっと発揮したいみたいな、これは仕事かもしれないし、勉強かもしれないし、誰かとの関係においてもっと自分は愛を表現したいんだっていう思いもあるかもしれません。だけどなんとなくそれが肩透かしというか、自分が思ってる以上に受け取ってもらえてないような感じがしたり、または必要とされてないような感じがしてしまうかもしれませんが、そうではないんですそんな単純なこととか否定されてるわけではないんです。ちょっと説明していきますね。というのは、すでにいて座の皆さんは今豊かさの中にいるんですけど、だからこそ感じてみようとか、だからこそ次のテーマにタッチしてみませんかみたいな、そんな宇宙の応援があるなと思うんです。で、もし意識的に非常に前向きにご自身の成長を捉えて、ここまでの成長を捉えて何かをやってみようって思われる方は、おそらく自分で何かこの21日以降、自分で何かを壊していくとか、何かを捨てていくとかっていう、ちょっとこれまではこれがないとダメですと思っていたものを置いて、新しい可能性にかけていくっていう流れが出ています。
何か自分の中でね新しく膨らませていきたい可能性があるって感じなんですけど、その新しい可能性を膨らませていくには余計なものはちょっと手放していきましょうということで、何かを壊していくんですね。でもこの何かを壊すっていうのは物理的なものではなくて、おそらく心理的な、これがないとダメだと思っていたものを壊していくっていうことになると思います。または意識ではそんなこと全然思ってなくても、これからの流れを考えると、いて座の皆さんのこれからの流れを考えると、ここで手放しておいた方がいいよっていうことを、手放すような流れがあるかもしれませんね。それが自分が意識的によし手放すぞって思ってるんだったら、やっと手放せたっていうすごい解放になるんですけど、手放したくないわって思ってるものっていうのを手放しなさいって言われたら、わ持っていかれたとか、なんでそんなことが起こるのみたいな感じでちょっとびっくりするじゃないですか。なのでそこの意識の違いを自分で把握しておいてほしいんですね。なんだかとても今の自分の立場っていうのはあまり良くないんだっていうふうに思ってるような感じがして、でもその中で頑張りますよっていう意気込みは素晴らしいです。何かね、お仕事でも勉強でもそのパートナーとの関係においても頑張ろうかなって思う気持ちっていうのは本当に未来を作っていけますので、その気持ちは忘れないでほしいし、またご自身が思ってるようなスピード感でいくかっていうとそうではないんですけど、でも流れは来てます流れは来てます。おそらくこの2週間で何か本当にここでトランスフォーメーションというカードが出ているんですね。改革していくよって、自分自身の中にあるその情熱を燃やして新しく更新していくことがあるよって、それのチャンスが結構突然来るかもしれませんよっていう形なんです。でそれはその前にご自身が頑張るよっていうような決意があってのことなんですけれども、ただやっぱりびっくりしたみたいな感じでちょっと想定外のことがあるかもしれません。ただこれはねとてもいいことです。いつでも私たちは本当に細胞を繰り返して成長しているのと同じなので、自分の思考も、例えばパソコンの中でもね再起動した方がいい時ってあったりとか、バックアップしてもう一回やり直した方がいい時ってあるように、自分自身の思考もきれいにしましょうみたいな時です。その後非常にすっきりといろんな可能性の種が芽吹いてきます。そしてそれが増幅し始めます。でそれは自分に豊かさをもたらします。なので何かいいね気づきがあるなっていう感じがしています。ただ注意していただきたいのは、なんとなくそのいて座の皆さんが今感じていらっしゃるのが、なんか自分は進んでないんじゃないかっていうような感覚だったりとか、なんか立場が悪いんじゃないかとか、ちょっとナイーブだなみたいな感じで、自分のコンディションって今バッチリですっていうふうに思ってないのかなって感じがしたんです。だけど自分ではそう思ってたとしても、今与えられているうちの恩恵としてはものすごく恵まれた中にいますよっていうふうに言われているので、その中でいかに自分が受け取れているかっていうことに焦点を当ててみてください。ちょっとこれを踏まえた上でそうね、お仕事のこと見てみますね。仕事はね、今その火星というエネルギーがね、コツコツ頑張りますっていうふうに言っている時期なので、縁の下の力持ち的にコツコツと自分の経験を積んでいくっていうことなんだろうなと思います。ソードの7とワンドの6とペンタクスの2ということで、いい感じで進みますね。ご自身ではちょっと違うやり方の方がいいんじゃないかなとか、もっとあっちの方がいいんじゃないかなとか、結構その周りのことをやっぱ気にしてますね。他者からの評価だったりとか、自分の成果っていうものを誰かに取られないかみたいな、そういった心配もあるかもしれないんですけど、取られないみたいです。ここでちゃんと勝利のカードが出ていて、他者からの嬉しい言葉を受け取るっていう感じが出ているので、おそらく今ご自身が携わっていらっしゃるお仕事や企画していることっていうのはいい結果につながるんだろうなと思うんですね。でそのいい結果やいい評価っていうのをもらった上で、またご自身でそれをうまく回していく、その経験をまたうまく自分の中で生かして次につなげていくっていうふうに出ているので、今は本当に経験を積むとか、そういうすぐに結果を出すっていうことよりも、きちんとこなしていく、信頼を得ていく、自分がやってることを信じていく、コツコツ頑張るみたいなエネルギーです。お仕事ではね。でもそれがうまくいくっていうふうに出ています。そして人間関係ですね。なんかこの気づきって人間関係を通して起こりそうな感じがしていますが、どうでしょうね。カップのページ逆とワンド7、ワンド9と、ジャスティスですね。
そうですね。人間関係においては新しい出会いはありそうです。友達を通してとか、まだそんなすごい可能性とか、うわ憧れてた人とかいう感じではなく、こう同僚だったりとか友達の友達だったりとか新しく知り合う人とか、ちょっとした可能性っていうのが出てきてますね。ただご自身はその喜びの中にどっぷり入っていくかっていうとそうではないみたいで、そういうのもあるのかなって思いながら、自分を整えているっていう感じで、あまりこう人間関係を豊かに広げていく準備っていうのは今できてないのかなって感じがします。そして自分自身のバランスをよく見てるし、他者との関係っていうのもよく見ているので、何かがとっても動いていくというよりは、今この時期起こっている関係性や何か出来事っていうのを注意深く眺めて対処方法を考えているっていう感じですね。人間関係においては自分からの積極的なアプローチではないんでしょうね。いいと思います。それでということはやはりこのあれですね、タワーっていうのはご自身の中の気づきや、よく言うと覚醒みたいなものですね。ここでもワンドのエースが出ています。ここでもソードのエースが出ているんですね。さらにこのトランスフォーメーションというカードもあるので、やはり何かね、ゆっくりなんですけどこの時期いて座の皆さんの中で何かが始まる感じがします。何が始まるのか、来ましたという方はぜひコメントで教えていただけたら嬉しいんですが、おそらく心理的なものなのでね、やっぱり私資格取りますとか、やっぱり私こうしますみたいな、そういう思いが出てくる気がします。でそれには今までの継続してきた何かをやめなきゃいけないって感じなんですね。それやめるっていうことがちょっと怖かったり勇気がいることなんだろうなと思うんですけど、でもその後がね、ちゃんと可能性っていうのはすごく膨らんでるから、ぜひご自身を信じて、求められてるからできるとか、受け入れられてるからいいんだっていうのではなく、自分の中の情熱や可能性っていうのを信じて自分で自分を掘り起こしてくださいね、この時期。そしたら全てがうまくいく感じがします。ということで最後にオラクルカードも引いてみましょう。はい、ブレッシング・オブ・アバンダンスということで、どうですかこのカード。なんかいいことがありそうな気がしますよね。このカードを見てもご自身でもね、何か受け取れるメッセージがあったら受け取ってみてください。もうなんかすごく豊かな食べ物や果物や美味しそうなものをたくさん抱えているっていう女性が描かれていますが、今この時期やはりいて座の皆さんはたくさんの豊かさを受け取れるように実は応援されている。まだこれをね、いっぱい寄せている感じがします。入ってきてやったーとかじゃなくて、自分でそれを手繰り寄せている段階って感じがしますね。はい、ということでありがとうございました。また次回はですね、6月末までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。